世界一平和な法律、生類憐れみの令の意外な真実、江戸の SDGs、徳川綱吉が夢見た優しい世界。皆さんこんにちは、ヨッシーです。突然ですが、徳川綱吉と聞いて何を思い浮かべますか？蚊を殺しただけで処罰される犬のために莫大な税金を使ったバカ殿、そんな風に習った方も多いかもしれません。でも本当にそうだったのでしょうか？実は最近の研究では、この法律こそが暴力の時代を終わらせ、日本を世界一優しい国に変えた究極の福祉政策だったと再評価されているんです。ワンコ気持ちいい？まったりしとるの。今日はイギリスで世界初の動物愛護法ができる、なんと130年も前、徳川綱吉が命を懸けて守ろうとした真実についてお話しします。第1章、世界初公立の超豪華な犬シェルター。まず有名なお犬様のエピソードから。当時江戸には野犬があふれ、人々を襲う事件も起きていました。普通なら殺処分を選ぶ時代ですが、綱吉は違いました。なんと中野などに合計20万坪、東京ドーム約14個分という広大な犬小屋、シェルターを建設したのです。驚くのはその待遇です。収容された犬たちには1日あたり米3合と味噌、そして干しイワシが支給されました。これは当時の下級武士よりも豪華な食事だったと言われています。さらに子犬には専用の離乳食を与え、体調の悪い犬には専門の犬医者が24時間体制で診察を行いました。これはイギリスで世界初の動物愛護法が誕生する130年以上も前のこと。綱吉は世界に先駆けて命の権利を認めた先駆者だったのです。第2章、人間も守る命のセーフティーネット。この法律、実は生類の対象は動物だけではありませんでした。みんなありがとう。この子を温かく迎えてくれて。綱吉が一番守りたかったのは、実は弱い立場の人々だったのです。当時貧しさゆえの間引きや捨て子が横行していました。綱吉はこれを厳禁し、なんと養育金を支給する制度を整えました。さらに旅の途中で動けなくなった病人を放置することを禁じ、村々に必ず解放し故郷まで送り届けよと命じたのです。捨て子も老人も病人も決して見捨てない、まさに現代の児童福祉や公的扶助の精神そのものが300年以上前の江戸に誕生していたのです。第3章、綱吉が変えた日本人の DNA。なぜ綱吉はここまで極端な法律を作ったのでしょうか？それは戦国時代の名残が残る暴力で解決する社会を命を慈しむことで解決する社会へと根底から変えたかったからです。蚊を叩いて処罰といった極端な罰則は、実は役人の忖度や後の時代の誇張だったという説が有力です。楽しい。こっちだ。綱吉の本当の狙いは罰することではなく、むやみな殺生を恥ずべきことだと人々の心に教育することにありました。
この法律が廃止された後も日本人の心には動物や弱者を思いやる気持ちが深く根付きました。今私たちが道端の猫を見て可愛いなと思い困っている人を助けようとするその優しさは実は綱吉が植えた種なのかもしれません。エンディング。300年の時を超えて現代の私たちが掲げる SDGs の理念、誰一人取り残さない。綱吉はそれを300年も前の江戸で命がけで実践しようとしていました。効率が優先される今の世の中で綱吉の不器用なほどの優しさは私たちに大切なことを問いかけています。300年の時を超えて私たちが受け継ぐべきバトンとは何なのか。社会の成熟度は最も弱い命に対してどれだけ優しくなれるかで決まるのだと。もし今日あなたが道端で小さな命を見かけたら、綱吉が夢見た優しい世界を少しだけ思い出してみませんか。あなたの明日が誰かの優しさに触れる温かい一日になりますように。それではまた。